ボタンを押すと電気がつきます。犬も歩けば棒に当たる。終わったらお呼びします。日本に来るときは電話してね。わさびの日本語相談室。日本語 V ティーチャーのわさびです。こんわさびーむ。と、ば、たら、とき。いつどれを使えばいいのか、言い換えはできるのか、できないのか、ちょっとわかりにくいですよね。今日は、と、ば、たら、ときを勉強します。と、A のとき、いつも B です。春になると桜が咲きます。ボタンを押すと電気がつきます。毎年夏になると海に行きます。こんな風に使います。他の使い方です。まっすぐ行くと学校があります。B を押すとジャンプします。こんな風にも使えます。過去形、パストテンスにも使えます。毎年夏になると海に行っていました。この問題はやってみると簡単でした。このように過去形の時だけ新しい発見、一度きりのちょっとしたサプライズにも使えます。とは意思表現、つまり話している人のリクエストや許可といった気持ちとは一緒に使えません。とは A の時、いつも B ですという意味です。自然や一般的な条件、習慣や反復という意味です。過去の話をする場合は、過去の習慣や一度きりのこと、発見、サプライズなどにも使えます。道案内や機械の操作などを説明するときによく使います。ば、これは条件形と言います。特別なフォームなので、ちょっと丁寧でフォーマルな表現です。ば、これは A の時、いつも B です。もし A の時、B です。二つの使い方ができます。春になれば桜が咲きます。雨が降れば中止です。安ければ買います。便利なら買います。ばは形容詞にも使えます。でも、な形容詞、名詞の時は、ばじゃありません。ならを使います。ばはことわざやルールを説明するときにもよく使います。犬も歩けば棒に当たる。30分以上遅刻すれば欠席になります。ばは質問の時にもよく使います。どこへ行けばいいですか？どうすればいいですか？どうやって使えばいいですか？もちろん、返事の時にも使えます。ここへ行けばいいですよ。こうすればいいですよ。この本を読めばよくわかりますよ。ばも意思表現。話している人の気持ちとは一緒に使えません。雨が降れば傘を買いたいです。でも、言葉を変えると使えるようになります。雨が降ることがあれば傘を買いたいです。雨が降った場合という意味です。ことがあればはとても便利なフレーズです。映画館に行けばパンフレットを買ってください。映画館に行ければパンフレットを買ってください。行けばは瞬間、その時だけのアクションです。
行ければは、行くことができればと同じです。可能形です。行くという可能性について話しています。こうすると、ばは意思表現と一緒に使えるようになります。ある、いる、可能形、形容詞の場合、意思表現と一緒に使えるようになります。時間があれば行きたいです。日本語が上手な人がいれば紹介してもらえませんか？できれば明日から始めたいです。明日涼しければ出かけよう。ばは条件形です。特別なフォームなので、ちょっと丁寧でフォーマルな表現です。ことわざやルールを説明するときによく使います。意思表現と一緒に使えるときと使えないときがあります。たら、他形は過去形、パストテンスです。たら、これは A の後で B になりますという意味です。今考えていること、過去の事実などにも使えます。条件形はと同じで、もしという意味で使うこともできます。今はないけど、もしそれがあった場合、今はそうじゃないけど、もしそうだった場合というニュアンスです。他形プラスら。普通形を使っているので、条件形はよりカジュアルです。ご飯を食べたらお風呂に入ります。雨が降ったら中止です。今より前のことを説明するとき、たらは新しい発見やサプライズの意味になります。図書館に行ったら休みだった。アイスを食べたら歯が抜けた。一度だけのこと、A の後じゃないとわからないこと。最初のアクション、A が B のトリガー、きっかけになったことなどにも使えます。たらはカジュアルな話し言葉です。リクエストや許可など様々な意思表現と一緒に使うことができます。1000万円あったら車を買いたい。仕事が終わったら飲みに行きませんか？たらは A の後ですること、起こったことなどを説明するときに使います。条件形はと同じで、もしという意味で使うこともできます。普通形を使っているので、条件形ばよりカジュアルです。いろいろな意思表現と一緒に使うことができます。過去形の文のとき、発見や一度きりのことに使えます。でも、たらは基本的に過去の習慣には使いません。時は、例えば1日、1週間、一生の中の特別な時間、特定の時間を説明するとき、フォーカスするときに使います。ご飯を食べるときは箸を使います。休みのときは家で映画を見ています。このように習慣を説明するときにも使えるし、今度会うときに説明します。オリンピックの時に日本へ行きました。のように未来や過去の話をするときにも使えます。では、この4つはいつ言い換えができるのでしょうか？ちょっと確認してみましょう。レベルアップ。ボタンを押すと電気がつきます。ボタンを押せば電気がつきます。ボタンを押したら電気がつきます。
ボタンを押すとき、電気がつきます。いつでも、もし、した後で、するときがキーワードです。ば、たらも間違いではありませんが、いつも必ずそうなるときは、とを使うのが一番いいです。とき、これはボタンを押す動作だけではなく、状況すべてにフォーカスしているので、あまりマッチしません。雨が降ると中止です。雨が降れば中止です。雨が降ったら中止です。雨が降るとき中止です。ればとたらには、もしのニュアンスがあります。なので、どちらも使うことができます。この二つの違いは、丁寧な言い方とカジュアルな言い方です。もし中止することをメールなどで伝えたい場合は、ればを使ってください。今度会うと話したいです。今度会えば話したいです。今度会ったら話したいです。今度会うときに話したいです。ばは普通、意思表現とは一緒に使えません。ある、いる、可能形、形容詞などのとき、ばと意思表現を一緒に使うことができるようになります。今度会えれば話したいです。今度会うことができれば話したいです。今度会うことがあれば話したいです。ちなみに、会うことができればと会うことがあればの違いは、もし会うチャンスがあればと思っている言い方と多分会わないと思っているけど、もし会う場合はという違いです。では、ちょっと確認してみましょう。問題です。と、ば、たら、ときの違いはわかりましたか？つい、ときを使ってしまうことが多いと思います。少しずつ違う言い方、言いたいことがもっとクリアに伝わる言い方を身につけていきましょう。ふにゃんにゃんさん、本当に素敵なリクエストをありがとうございました。皆さんもリクエストや質問、いつでも送ってくださいね。それでは次のレッスンでお会いしましょう。おつわさびーむ。バイバイ。